ごかったね、ライブ。なんだっけ。レイジングシグナルです。チケットくれたマスターに感謝だね。レイジングシグナルかっこいい。楽曲、歌、パフォーマンス、全部の完成度が高くて圧倒的だった。さすがです。感動の大渦潮です。僕たちの新曲に酔いしれただろ。さーて、みんなお待ちかねのごちそう選びの時間っす。誰がミーのものになるぜよ。ごちそう？何か食べさせてくれるの？食べられるのはお客です。お？毎回一人のファンをバックステージパーティーに招待する。それがごちそうです。ごちそうね。今夜のごちそうは君だ。うちが？お疲れ様ぜよ。お疲れ様です。君、名前は？うち、ホアンって言います。ホアン。いい響きだ。素敵な名前だね。なんか純朴。ホアンちゃんってこの町の子じゃないっすよね。はい、エイヤット村から出てきたばっかりです。エイヤット村、どこっすかそこ。どうしてミディスティに来たぜよ。オーディションを受けに来て。なるほど、アーティスト志望だったぜよ。けど結局受けられなくて。だが諦めてはいないというわけだ。それならこのまま僕たちの仕事を見ていくといい。この後ラジオの収録がある。見に行ってもいいんですか？本来ならここまでが君との時間なんだが、君が望むならもちろん。ただいまって誰もいないし。ホアン、今頃はごちそうパーティーだよね。大丈夫かな。この部屋こんなに広かったっけ。ララリン、ウイウイ、寝てる場合じゃないっす。起きるっす。昨日は帰りが遅かったんだ。もう少し寝かせて。これはケイオスに散らかっていたミーたちの部屋がすっかり片付いているぜよ。この部屋こんなに広かっただろうか。昨日はラジオの収録があって戻ってきて、そのままバタンキューだったっす。当然片付けなんてしてないぜよ。ミステリーぜよ。おはようございます。ホアン、君が片付けてくれたのかい？はい、みんなお仕事で疲れてたみたいで、この大きな家に着いたらすぐに寝ちゃって。うちお仕事見せてもらったお礼がしたくて、せめて片付けしようって。あと朝ごはんも作りました。手料理なんて久しぶり。めっちゃ美味しいっす
この味噌スープ、ミーの五臓六腑に染み渡るぜよ。ホワン、君の献身に敬意を表するよ。はい、それじゃうちはそろそろ帰りま。君が帰りたいと思った時、いつ帰っても構わない。でもだが、今日はスタジオに来てみないかい？スタジオ？レコーディングスタジオぜよ。プロのレコーディング見たくないっすか？もちろん君が望むならね。行きます。ホワンまだ帰ってきてないの？うん、レイジンのアシスタントで雇われてしばらく留守にするって置き手紙があって。いつ戻ってくるのでしょう。聞いてみようか。いつ戻ってくるの？ソジ！この部屋から聞こえるよね。冷蔵庫の中からです。ホワンのスマホが出てきた。隣には作り置きのお料理があるね。チンして食べてね。だって。これは事件だ！探しに行くべきでは。着替えは取ってきたぜよ。はい、あと料理も作り置きしてきました。姫子ちゃんちゃんと食べてるかな？ホワンちゃんの料理なら誰だって食べたくなるっすよ。二人ともちょっといいかい？ボーカルの入り方なんだが。いろんなパターンがありそうっすね。おのおののアプローチ次第ぜよ。君ならどう歌う？ホワン。アーティストになりたいんだろ？ならば君は歌わなければならない。うちはステージに立つことを許されてから準備していては遅いんだ。ステージに立つことが許されるのはいつだってそこに立つ覚悟ができているものだけだからだ。うち歌います。聞かせてもらおうか、ホワン。君の歌を。目をつむってステージに立つ姿を想像するんだ。うちがステージに立つ姿。何が見える？何が聞こえる？歌わない。いや、歌えないっすかね。無茶ぶりしすぎぜよ。これはうちの歌じゃない。うちが歌いたいのは歌いたい歌。フレフレ、君の夢が叶う場所。フレフレ、明日へをずっと。へえ。この曲は？これがホワンの。見えたんだね、ホワン。見えました。みんなと一緒でした。みんな？ここにいるのは分かってるんだから。ホワン、助けに来たよ。失礼します。ここは関
係者以外立ち入り禁止っすよ。ひょっとして彼女たちが。私たちのホアンを返してもらう。ホアンさん、帰ってきてください。バイトなら近所でも見つかります。ホアン、もう帰るよ。みんな、わかった。すみません、うち帰ります。それでいいのかい？僕なら君の望みを叶えてあげられるよ。君がステージで歌うこともね。でもうちこの4人で歌うのが見えたんです。この4人で歌いたいです。4人で歌いたいって、もしかしてテルミンたちと一緒にバンドをやるってことですか？うちみんなと一緒にバンドやりたい。レイジンさん、お世話になりました。帰らせちゃっていいんすか？でも楽しそうな顔してるぜよ。美味しくなるのはこれからだよ。また会おう、ホアン。姫子の様子が変っていうか、そっけないっていうか、バンドのこと話そうとしても今食事中とか、お風呂先入っちゃってとか。それってもしかして倦怠期？離婚の危機では？お？うちたち結婚してないよ。でも確かにホアンが霊人のところに行ってる時もちょっと様子おかしかったよね。いつもの姫子さんらしくなかった気がします。そうなんだ。しばらくしたら元に戻るんじゃない？そしたらいよいよバンド活動開始。どうしてホアンさんは急にバンドをやりたいと？うちみんなと初めて会わせた時、すっごくキラキラした気持ちになって、それからこの町に住んでいろんな音楽に出会って、音が仲良かったり競争してたりすごかった。この前レイジンさんのところでステージに立ってる姿を想像してみてって言われた時、みんながいるって、みんなと一緒に音楽をそこはまだよくわからないけど、とにかく一緒にやればキラキラできるって。だからルフユちゃんやテルミンちゃんと一緒にバンドがやりたい。ホアン、テルミンもやりたいです、バンド。私も。それと姫子もでしょ。当たり前だよ。リードギター、バンドの要です。そのためにもホアンの熱い気持ち姫子にぶつけなきゃだね。ちゃんとお話ししたい。それじゃあさ、みんなでパーッと遊びに行くのはどう？遊びにですか？で、楽しくワイワイって雰囲気の中で、姫子ちゃん、バンドやろう。ま、いいんじゃない？おお、似てますね。でもどこへ遊びに？さり
りげなくバンドの話がしやすいとこがいいかな。例えばそうカラオケとか。うちカラオケで歌ったの初めてだよ。保安の声いいね。感情が伝わってきます。だよね姫子。そうかもね。ありがとう。まさにこうバンド向きの声って感じしない？やっぱりボーカルといえばバンドの花だし、バンドの。全然さりげなくありません。そしてやっぱ姫子は歌がうまいね。すごい。姫子ちゃんすごいよ。感動の渦潮です。褒めすぎ。みんなもうまかったし。いやいや、姫子がダントツですごいって。このメンバーでバンドを組んだらきっと。ごめん、ちょっとトイレ。頼んだ。結局あれ以上バンドの話はできませんでしたね。うまくはぐらかされたような。まさか姫子もルナティック・リーディング・マインドの持ち主？違うと思います。ルフユちゃんとテレミンちゃん、すっかり仲良しだね。姫子ちゃん、何見てるの？ CD のポスター？うん、このバンドいい曲書くんだよ。海がテーマのやつでグッとくる。おー、聞きたい。うちにあるから後で貸してあげ。姫子ちゃん？なんでもない。私ちょっと用事あるから先に帰って。姫子ちゃん、本当にどうしたんだろう。ほわん、ほわん。ごめん。ひょっとしてお疲れなのは姫子だけじゃなくてホワンも？では旅行に行くというのはどうでしょう。旅行？ゆっくり話せるし開放的な気分になってバンドオッケーみたいになるよきっと。開放的になるといえばやはり海でしょうか。海、姫子ちゃんきっと好きだと思う。うち誘ってみる。海？一緒に行けたらいいなってパンフレットとかもらってきたんだよ。ごめん、私パス。海より山の方が好きなの。でも姫子ちゃん、海見たら気分も変わるかも。そしたら山の方が好きって言ってるじゃん。ちょっとスタジオで練習してくる。姫子ちゃん。姫子ちゃん、遅いな。なんだろう、胸がざわざわする。ちゃんと話したい。しなきゃ。あれ？姫子ちゃん、ギター忘れてる。ギターもないのに練習？違う、練習じゃない。姫子ちゃん。
姫子の行きそうなところ？わかりかねるね。どこでもいいんです。何か思いつく場所はありませんか？そう言われても。作曲に詰まると海を見に行ってたみたいだけど、さすがにこの時間だしね。海。ちょっとホアンちゃん。またやっちゃった。どうしてかな。なんであんな風に言っちゃったんだろう。ほんと自分が嫌になるけど、失うくらいなら踏み込まない方がいい。私はそう決めたんだ。どうして？マスターに聞いて。でもあのポスターも気になって。もう帰りなよ。ルフィもテルミも心配するしさ。ルフィちゃんもテルミンちゃんも姫子ちゃんのこと心配して。そうだ、バンドもさ、3人でやればいいじゃん。前から思ってたんだよね。3人相性良さそうだし、いい感じだなって。何それ。なんでそんなこと言うの？どうして急に3人でなんて。最近の姫子ちゃんずっとそんな感じで、うちが話しようって思ってもはぐらかして。ねえ、なんで黙ってるの？黙ってちゃうちわからない。姫子ちゃんのことがわからないよ。わからないのはこっちの方だよ。急にバイトでいなくなったり、帰ってきたと思ったらバンドやろうって言い出したり、勝手すぎ。それはそうだけど、でもやっとわかったんだよ。みんなでバンドをやればキラキラできるって。私はやらない。みんなでバンドなんて嫌。なんで？だってあの時姫子ちゃんがうちに一緒に歌おうって。それに姫子ちゃんのすごいギターもあって。ほら出た、すごいギター。すごいね姫子ちゃん。姫子のギターすごいよ。一緒にやろうよ。そう言ってたやつはみんないなくなった。あんたも一緒にやろうって誘っといて勝手にいなくなるんだ。何って。こんなやつ誰も友達にしたくないって知ってる。他人が怖いくせに寂しがりで、自分勝手ですぐに拗ねて。でもさ、仕方ないじゃん。ずっと裏切られてさ、遠巻きにされたらさ、こうなるしか、一人ぼっちになるしかないじゃん。ああ、だから嫌だったんだ。頑張って一人になろうとしてたのに。なのになんであんた、姫子ちゃん姫子ちゃんって、もうほっといてよ。うちのバカ！うち自分のことだけ考えてた。姫子ちゃんのこと一人ぼっちにしてた。もうほんとバカだ。姫子ちゃんはいつもうちのこと考えてくれたのに、行くとこないうちを住ませてくれた。音楽のこと教えてくれた。バイト一緒に探してくれた。ラ
ライブに連れてってくれた。それから違う、それは違わない。姫子ちゃんはすごい優しいしかっこいい。違う、全部あんたの勘違い。姫子ちゃんが違うって言ってもうち何度でも言うよ。優しいしかっこいいって。おかしいよ、こんなめんどくさいやつ誰も。うち姫子ちゃんが大好き。ずっと一緒にいたい。嘘、みんなそう言って離れてった。嫌だ、ホアンにまで裏切られたら私。ごめんね。うちも姫子ちゃんを一人ぼっちにさせちゃった。でもうちはずっと一緒にいたいの。なんで？決まってるよ。姫子ちゃんだから。姫子ちゃんずっと一緒だよ。それからうちたちはもうダメ。バンド名いいアイデアがちっとも出ない。急いで決めなくてもいいんじゃ。いやいや、こういうのは形から入らないと。名は体を表すとも言いますし、それに名前があった方が楽しいよ。姫子ちゃんも一緒に考えよう。はいはい。おやおや、なんか今とってもフレッシュな表情されてませんでしたか、もしも姫子さん。姫子さんがフレッシュ。急にバンドをやる気になったし、一体何があったんですかね。あの夜姫子ちゃんと海で。言っちゃダメ。マシマ姫子フレッシュ。マシマフレッシュ。マシマフレッシュというのはどうでしょう。何それっていうか、なんで私の名前だけなの？ならちょっといじって。マシュマイレッシュってどう？なんか聞いたことなくて可愛くてかっこいい。口に出すと不思議と楽しくなってきます。マシュマイレッシュ。おお、略してマシュマシュ。素敵な名前だね、姫子ちゃん。まあいっか。思い返してみると、私たちいろいろありすぎじゃない？超大作です。映画なら3部作です。おお、うちの村映画館ないんだよね。どうしよう。そういう問題じゃなくない？じゃあ連続ドラマで朝にお茶の間で流れるやつ。あ、それならお母さんもばっちゃも見られる。朝ごはんを食べながら毎日楽しく見られますね。だからそういう問題じゃ。もういいや。ねえ、そろそろ行かない？いつものお店？うん、行く行く。あ、私満月バーガー食べたい。名前がいいよね。ルナティックフルムーンバーガー。
ルナティックはどこから出てきたのでしょう。それじゃあ行こうか。あ、もう帰る？それじゃこれ持ってってね。何このフライヤー。ネクストメディシティガールズバンドプロジェクトとあります。猫と巣と耳。ミディシティの次世代を担うガールズバンドを生み出すプロジェクトってこと？だいたいそんな感じかね。ルフィがまともなこと言ってる。ちょっと意外。ルナティックだけの方ではないということですね。ルナティックランゲージマスターと呼んでくれてもいいのだよ。スタジオに来てるガールズバンドに配ってほしいって頼まれてね。ミディシティ中のガールズバンドを集めて結構大々的にイベントをするらしいよ。大々的ね。あ、レイジングシグナルも出るよ。レイジンさんたちの曲また聴きたいな。お客としてではなく出てみるのはどうかと。参加資格はガールズバンドであることとだけ書いてあります。つまり私たちも出られる。でも私たち練習量もまだ足りてないし、そもそも持ち曲少なすぎでしょ。クリティクリスタも出るよ、姫子ちゃん。ほんとだ。クリクリ、どんな瀬取りで来るんだろう。やっぱり1曲目はイエスアイドル宣言だよね。いやいや待ってよ。だとしたらループしてるは途中の衣装チェンジのタイミングだよね。で、多分その次は How are you からのとっておきのハピネス。やば、激アツかも。そこに花でドドドーンまで来たらめっちゃ上がる。絶対見たい。姫子？ねえ、これ出てみない？ちょろいな。ちょろちょろのちょろいさんです。ちょろいさんかわいいよ、姫子ちゃん。ちょろくないし。まあちょっと出てみたいなって。うちもフェス出てみたい。出ようよ、みんなで。テルミンはいつでも OK です。私のドラムスティックがルナティックアルティメットビートを刻む時が来た。じゃあ決まりだね。けど新曲作らなきゃね。新曲？